これは電子区物業アが、インフラ整備をするお話その3.1です。建築設計の補足事項になります。建築経験者向けかもしれません。どうも皆さん、自己満足が大好き、縁よりも自分のやりたいことを優先する VTuber のギャワです。今回は前回の動画の補足になります。知り合いの元建築関係者の方、過去85歳に動画を見せたのですが、その方曰く、業種としては基礎に当たる箇所に基礎に当たる部分のその対抗性が気になる。で、基礎に当たる部分をメンテするっていうのは分かったけど、そこは表現者として、詳しく述べるべきという意見をいただきました。そして、建築とは無関係の知り合いからは、わかりやすいと思うという意見をいただきました。やはり、プロのアドバイスと素人、過去当事者ではないよという意味、過去閉じるの感想は大変ありがたいです。小学校でもこうなればいいのにって思いますね。まずは法令の復習をしましょう。防火地域、準防火地域についてですが、当然ながら、防火地域ではないと言っても、耐火性を無視するのは問題外です。放火されたら自分だけではなく他人も不幸にしてしまいますから。で、自分の不幸が100倍増してしまうというわけですね。他人。結局、自分だけが不幸になるんだったら、あれなんですけど、他人も不幸にするっていうのは、結果的に自分もさらに不幸になってしまうんですよ。だから、他人のことも考えて建築をしましょう。そのために法令を遵守するということですね。自分だけが死ねばダーウィン賞が取れるんですけど。さて、本題ですが、耐候性、これは周囲の環境と木材の材質、防腐処理で大きく変わります。木材っていうと、杉、松、欅、カシ、桜などいろいろありますが、一般的には樹脂の含有量が多く、緻密な木材ほど、防腐性、耐候性がいいと言えます。私は、桜なんかがいいと思いますね。ただ桜って、一般的な杉とか松の、荒材っていうんですかね。それの5倍以上の価格はするんで、物は考えようというか、そうですね。ランニングコストを考えるべきです。で、僕が、国に、使った木材なんですけど、これは、ホームセンターで買った松の荒材ですね。で、これに、水溶性の防腐剤を塗布したものになります。僕の設計では、10年は持つから、そんな感じの目処としています。で、次に外的環境なんですけども、これは要は、木材なんで湿気にくく、雨が当たらなければいいということです。あと、ゴキブリとかシロアリなどの、腐った木を食べる虫、こういったのを防げばいいわけです。で、僕はこれらの対策として、その外壁にビニールシートを貼り付けて、でその外壁の周りに50センチくらいをカバーしています。で、僕が調べた限りでは、最低限数年は持つかなっていう感じですね。で、次に、失礼しました。次に地盤沈下についてですが、小屋を11本の杭で支えています。で、構造上、杭を立ててるんで、点で地面に荷重を伝達しているということになります。で、このように、基礎がない掘ったて小屋の場合では、その建物の分布荷重によって、その一部の杭に負荷が集中して、建物が傾くといった懸念があるわけですね。で、これについては、床を作らず土間として、で、土間が嫌な場合は、地面に直接合板を敷くといった方法をとって、置こうと考えました。これなら、その杭において、その外壁と屋根だけが、その杭への負荷になるので、そうそう荷重が偏るってことはないと思います。また、この建物が建っている土地は埋没地で、埋め立て地で、失礼しました。瓦などの廃材とかそういった瓦礫をザッと敷いて、その上に摩擦土が持ってあるというわけです。これについてなんですけど、点で力がかかるっていうことは、
その点の先端が硬ければいいわけですね。まあ地面からですけど。で、まあ、つまりは、まあ、力技をもってして、その瓦礫まで、まあ、穴を掘って杭を埋めているということですね。まあ、それなので、そもそも地盤沈下とかは起こらないと思います。まあ、地下に古い炭鉱とかがあったら、まあ、話は別になってくるんですけど。まあ、そして、あと、耐火性、ですね。まあ、これについてですが、まあ、体力兵器として合板を使っています。で、その合板に角材を打ち付けています。まあ、この角材っていうのが横方向に打ち付けて、地面に水平方向に打ち付けてやって、それで湿気ができるようになっているわけですね。で、その上にガルバリウム鋼板という、まあ、要はトタンのよりいいやつですね。それを貼り付けています。で、まあ当然なんですけど、ガルバリウム鋼板を貼るときに単位面積あたりに使用する釘、まあこの数は守ってますし、なんならコーススレッドで打ち付けて、で、屋外用の、テープをそのコーススレッドの上に貼り付けてるので、耐候性はバッチリだと思います。で、まあ、そうですね。まあさっき言ったように合板に直接外壁を貼り付けると、まあ湿気がこもるわけですが、まあそんなことはしないので、まあ湿気はこもりにくくなっています。まあ、それでも、杭は経年劣化によって腐るわけです。地面に埋めてるの。で、まあ、その時は杭を交換する必要があります。で、そのために、小屋の内側からコーススレッドを取り外せるように設計しています。で、コーススレッドを取り外せば、杭を直方向に抜くことができます。このようにして交換すれば OK です。まあ、結構工夫してませんか？まあ、これは、まあ自分にとって初の、まあ建築。まあ自分の背よりも高い、まあ、人が入れる構造物を作ったわけです。まあ、これも、まあ前言ったように何度もストローと紙でシミュレーションして、で、まあ、文献を読み漁った上で作ったわけです。うん。で、まあ、これが洞察学習です。まあ、この洞察学習っていうのは、まあ、チンパンジーがリストボでバナナを取る行為にまあ相当するわけですが、まあ、我々ホモサピエンスは地球上で最も賢いわけです。我々は、その洞察学習を重ねていくことで、新たな発明を生み出すこともできますし、文化を豊かにできます。何かやりたいことを見つけることができれば、まあ、もうその時点で、やりたいことを実現に一歩進んでいるわけです。まあ、くだらない世俗とか暗黙のルールを破って、みんなが好きなものを追求できるような、まあ、そんな社会になれば嬉しいですね。まあ、当然、他人の尊厳を踏みにじってはいけませんが。以上、ご視聴ありがとうございました。